おはようございます。ケンです。今日は少し冷静に今のテスラの立ち位置を整理していきたいと思います。ロボタクシー責任者の退社、中国での販売鈍化、AI 相場の中で株価は伸びきらない。これだけ見ると不安材料が並んでいるように見えます。しかし、本当にテスラは失速しているのでしょうか？それとも今は大きな転換期の途中なのでしょうか？今日はこの問いに構造的に答えていきたいと思います。まず最初に取り上げたいのがサイバーキャブのプログラムマネージャーの退社です。サイバーキャブはテスラのロボタクシー専用車両です。そして今回その車両のプログラム責任者が初の量産マイルストーン達成直後に退社をしました。ここだけを切り取ると不安に感じる方も多いと思います。特にロボタクシーはテスラの評価の中核です。将来何兆ドル企業になるというストーリーの中心にあるのがこのロボタクシー事業です。その責任者が離れる。これは軽いニュースではありません。ただし、ここで冷静に見る必要があります。スタートアップ的なフェーズから量産フェーズに移行するタイミングではリーダーの役割が変わることがあります。ゼロから立ち上げる人と量産を最適化する人は求められる資質が違う場合もあります。つまりこれは混乱なのか、それともフェーズの移行なのかと見た場合に、現時点では断定はできません。しかし、一つ言えるのは、いよいよテスラは構想段階から実行段階に入っているということは言えるんじゃないかと思います。そしてロボタクシーは夢ではなく製造の問題に今なっています。ここからは理想よりも実行力が問われます。そしてテスラっていうのはリーダーが退職するっていうのはこれまでもよくありましたので、個人的にはそこまで心配するニュースではないのかなと思います。では次に中国の話題に行きます。テスラ中国は7年ローンや無金利キャンペーンを延長しました。さらに納車待ち時間も短縮されています。これは何を意味するのでしょうか？一つは需要がやや鈍化している可能性です。もう一つは競争環境の激化です。中国市場では他のメーカーの台頭が続いています。価格競争も激しいです。中国はテスラの利益源です。ここでの利益率が圧迫されると全体の収益構造に影響します。つまりこの話題に関しては投資家が最も冷静に見なければいけない部分とも言えると思います。では株式市場はどう見ているのでしょうか？ NVIDIA が強い決算を出しました。AI は明確に成長テーマです。しかしテスラ株はそれに乗り切れていません。今この資料を作っている現段階では405ドルまで下落しています。それは一体なぜなんでしょうか？市場はテスラをまだ AI 企業として完全に評価していないからじゃないかと思います。ロボタクシーはまだ商用化されていません。オプティマスも量産前です。AI 収益はまだ数字としては見えてはいないんです。つまり市場は期待よりも証明を求めているんだと思います。これは非常に重要なフェーズです。もう期待だけでは株価が上昇しそうにないので、やはりここからは実際に実装をしていくっていうのが必要になってくると思います。そして欧州を見ていきましょう。ギガベルリンでは労働組合との対立、これが続いています。拡張計画に影響が出る可能性も示唆されています。欧州は最大の利益市場ではないんですけれども、政治リスクはブランドに影響します。そして生産の安定性にも関わってきます。ここが崩れてしまうとヨーロッパの販売に直に影響が出てくるので、ギガベルリンが安定的に生産をしていくっていうのは非常に重要です。テスラはテクノロジー企業であると同時に巨大な製造業企業でもあるんです。だからこそ政治や労使問題からは逃れることができませんし、こういった対立っていうのもしっかりと解決していく必要があります。そしてここもまた成長企業から成熟企業へ移行する過程で出てくる摩擦といえば摩擦になってきますので、テスラはこういった問題もしっかりと誠意を持って解決していくっていうことが必要になってくるんじゃないかなと思います。はい。では今日はここまでどちらかといえばネガティブなニュースが多かったんですけれども、最後にね、ポジティブなニュース、これをね、紹介していきたいと思います。それがメガパックのニュースです。ブラジルの AI データセンター向けに大型案件が進んでいるようです。しかも 100% 再生可能エネルギーの設計です。これは重要です。テスラは
単なる EV メーカーではなく、エネルギーインフラ企業でもあるんです。EV が鈍化しても電力インフラ需要は拡大している。AI 時代には電力っていうのが不可欠です。ここにテスラのもう一つの柱があり、ここが今しっかりと伸びてきているっていうのはポジティブな材料になってくると思います。はい、ではね、今日の内容、ここまでを整理していきたいと思いますけれども、今のテスラはこう言えるんじゃないかと思います。EV の成長企業ではない。まだ AI 企業にもなりきれていない。しかし、インフラ企業へと進化しつつある。つまり、評価の空白地帯にいる企業じゃないかと思います。だからこそ、市場が迷うっていうのは当然なので、株価のボラティリティ、これはもともと高かったですけれども、最近では方向感のないような株価の動きになっています。今はまさにそういったところにいるんじゃないかなと僕は思いますけれども、このあたり皆さんどうでしょうか。そして僕は今は証明の時間だと思っています。ロボタクシーは一体何台走るのか、オプティマスは一体どれだけ出荷されていくのか、さらにメガパックはどれだけ積み上がるのか、物語から数字へ、テスラは今その境界線に立っているんだと思います。短期ではボラティリティが続くでしょう。しかし長期では構造転換が進んでいるのも事実です。大事なのはニュース一つ一つに感情で反応しないということになります。そしてテスラに関しては今は構造変化が起きているので、その構造全体で見ていくっていうことが大切になってくると思います。今テスラはどこにいるのか、何を証明しなければいけないのか、そこが見えてくればノイズに振り回されなくなってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はテスラは失速しているのか、それとも転換期なのかというテーマで整理をしてきました。僕は転換期だと思っています。ただし簡単な道ではありません。ここからは実行力と数字、これが非常に重要になってくるので、テスラはまずはサイバーキャブの量産ですね。ここをしっかりと取り組んでもらって、サイバーキャブがロボタクシーとして実際に街を走っていく、これを実装していく必要があると思います。ということで、今後もですね、感情ではなく今はテスラは構造で見ていく必要があると思いますので、明日以降も引き続きこの構造ベースでテスラが今どうなのかということに対して短期ではなく長期でね、見ていきたいなと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。車移動が多い方、必見のサービス、モビリティ Wi-Fi、モビファイをご存知でしょうか。これは車移動に特化した Wi-Fi なんです。特徴は3つあります。1つ目は4つのキャリアですね。au、ドコモ、ソフトバンク、楽天、この4つのキャリアを自動切り替えでどこでもつながりやすくなります。そして2つ目は1日 33GB という圧倒的な大容量があります。3つ目は端末代初期費用が0円です。社内での YouTube の視聴だったり、お子様のタブレット利用に最強の環境が作れます。バッテリー内蔵で持ち運びも OK なので、車以外の場所でも使うことができます。興味のある方は概要欄のリンクから公式サイトを覗かれてみてください。これは僕も使っていますけれども、かなりね、つながりやすくていいんじゃないかなと思います。ぜひね、外で使う Wi-Fi 環境をね、整えたいと言われる方はチェックされてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。